松本人志さんが審査員をやってる結果、多くの人が見て、じゃあ M1 でこういう人がいるんだっていうので、結果として若手が売れるという構造になってるんですよ。松本人志さんが審査員をやってない R1 とかって、優勝しても全く売れないじゃないですか。今日のタイトル回収が松本人志と少年ジャンプっていうのをしたんですけど、あの、中田敦彦さんが、その松本人志さんがお笑いでいろいろな番組のその賞レース M1 とかの審査員をやっていて、で、その松本人志さんという人があまりに存在としてでかいので、なのでその人の影響を受けすぎてしまうと。なので、その審査員を降りた方が、何個か降りた方がいいんじゃないですかというのを言ったらしい。すみません、まだ僕は時間がなくて動画自体見たいんですけど、そういう話らしいんですよ。で、僕それが反対している理由というのは、松本人志さんが審査員をやってる結果、多くの人が見て、で、そこで、じゃあ M1 でこういう人がいるんだっていうので、結果として若手が売れるという構造になってるんですよ。で、松本人志さんが審査員やってない R1 とかって、優勝しても全く売れないじゃないですか。何にもならないじゃないですか。で、松本人志さんがやってない賞レースもいっぱいあるんですよ。で、そういう視聴率が低い賞レースに出て、何か賞を持ったとしても、結局、売れないんですよ。なので、その多くの人が見るような賞レースというのが必要で、で、多くの人が見る賞レースというのは、誰が審査員かっていうので人は見るんですよ。だって要は、誰だか分かんない新人が出ますよってなったら、面白いかどうか分かんないじゃないですか。なので、その審査員が松本人志だったら、島田紳介だったら、きっと面白い人がいるだろうねっていう信用のもとに自分の時間を使ってテレビ番組を見るんですよ。なので、その結果、ちゃんと大勢が応募して、その中で大勢が応募してるから、それは確かにそれなりに面白い人がいるよねってなるので、M1 の決勝戦って大体どれ見ても面白いんですよ。で、人が面白いとは何かっていうと、一定のラインを超えた人は大体みんな面白いんです。で、例えばじゃあ錦鯉さん、面白いか面白くないかっていうと、面白いんですよ。でも、錦鯉さんは M1 で優勝したから面白くなったわけではありません。昔からあの人たちはああいう人たちでした。でも、錦鯉さんを世間の人は知らないんですよ。知らなかったんですよ、M1 取るまでね。で、M1 を取った結果、こんな面白いおじさんたちがいるんだってなって、で、錦鯉さんがバラエティに出て、で、しょうもないことやるじゃないですか。で、めちゃくちゃ面白いっていうので、大爆笑することはないんですけど、ただ、ハゲがおもろいことやってるわっていうので、ほっこりする。で、ほっこりさせることはできる人は、他にもいっぱいいるんですよ。でも、他にいっぱいいる人がスポットライトを浴びない結果、錦鯉さんは仮に M1 取ってなかったら、引退してたかもしれないんですよ。今あれだけ稼いでて人気がある人はね。要は、その実力があって、本当に表に出たら人気があるかもっていう人世の中にいっぱいいるんだけど、でもそうならないで引退したり、仕事辞めちゃう人っていうのはいっぱいいるんですよ。その芸人の世界とかタレントの世界とか、役者の世界とか、音楽家の世界とか。要はその、クリエイティブとかアーティストとか、その芸能の世界っていうのは、実力があったら必ずうまくいくというわけでもなくて、実力があったとしてもうまくいかない人たちっていうのはいっぱいいるんですよ。で、そうじゃない人、その実力があるけどうまくいかない人をできるだけ表に上げるための場所っていうので、コンテストっていうのがあると、その新人なんだけど、出て、この人たちいいじゃん、面白いじゃんってなるっていう場をどれくらい作れるかっていうのは、その産業が維持できるっていうのによるんですよ。で、その芸人に関していくと、その松本人志さんが、じゃあ M1 みたいな審査員やってますとか、もともと島田紳介さんが作ったんですけど、とか、滑らない話とかで、滑らない話って、僕が知らないだけかもしれないですけど、結構知らない芸人が、たまにポッとアサインされることあるんですよ。で、話が面白いと、こいつすげえな、面白いなってなるんですよ。で、それは、松本人志の滑らない話だから見るんですよ。で、別にあそこに松本人志がいなかったとしても、多分同じ面白さは担保できるんですよ。なので、滑らない話の司会が確かジュニアさんだった回もあると思うんですけど、あのフォーマットで出て、みんな同じ話をするから、十分面白いんですよ。なので、松本人志じゃなくてもできるよねは正しい。ただ、松本人志の滑らない話ということで、みんなが認識したから、滑らない話という番組を見続けるんですよ。なので、松本人志という看板のおかげで人が見るようになる。
なので、審査員をその松本人志が降りるべきであるっていうので、松本人志さんの出る賞レースが減れば、それだけ人は賞レースを見なくなってしまって、新人が生まれる機会が減ってしまうんですよ。で、その中田さんの言う、その松本人志イズムにみんな頼りすぎてしまうのが良くないって、それは僕もそう思いますと。なので、解決すべき方法は、中田さんが自分で賞レースを作るべきです。要はその松本人志賞レースもありますよと。で、中田敦彦賞レースもあります。で、中田敦彦賞レースで中田さんが面白いっていう人を表彰して、で、それで多くの人が見て、で、新人がそこで育つようになったら、それは松本人志イズムではない芸人の出口になるんですよ。なので僕は中田さんがその賞レースの審査員やりますっていうのであれば、全然手伝うし、全然そっちの方が正しいと思いますよ。なのでその、松本人志さんが降りるではなく、むしろその同じような賞レースで、俺はこういう賞レースをやりたいっていうところで増やしていった方が、お笑いのその面白い人たちが出る機会っていうのが増えると思うんですよね。で、ツイッターでも書いたんですけど、音楽番組ってほんと減っちゃったんですよ。で、僕が子供の頃は、黒柳徹子さんがやってるベストテンっていう番組があって、なんか知らんけど、売れてる人っていうのをテレビで出ることによって、あ、こういう曲があるんだって知る機会があったんですよね。で、僕子供の頃にね、小林明子さんっていう人の曲で、あ、題名忘れちゃった。もしも願いが叶うならっていう曲があるんですけど、で、もしも願いが叶うならっていう曲以外知らないんですよ。他の曲歌ってかとかどうかも知らないんですけど、まあ全然関係ないですけど、同級生と同じ名前なんですけど。で、っていうので、割とその曲がいいものを知ることによって、あ、恋に落ちてた。ごめんなさい。恋に落ちてって曲でした。間違えました。はい。で、っていうので、割と有名な曲なんですけど、っていうので曲を知ることってあったんですよね。で、高校、中学生ぐらいになると、カウントダウン TV っていう番組が TBS の深夜でやってて、で、その100位から1位までを流すんですけど、それで全く知らない曲とかも、あ、こういうのあるんだっていうので、トラブリューだったり、L&R だったりとかっていう、あと、カンだったりとか、大事マンブラザーズバンドだったりとか、その当時の一発屋っていうので、割と僕が好きなバンドっていうのを知ることになったんですよ。でもあの番組がなかったら多分一発屋って知る機会ないんですよ。で、なんで一発屋っていうのが成立するかっていうと、そのカウントダウン番組みたいなのがあって、その結果、この曲いいよねっていうので、知ることによって、その音楽を買うっていうので成立するんですけど、今の場合って、その、昔から有名なアーティストの曲ばっかり売れちゃうんですよ。まあ、タマの、さよなら人類とかもそうなんですけど、で、昔から有名な、その、バンドとかアーティストが、要はその、このアーティスト好きだから、このアーティストの曲を聴きますっていうのがずっとぐるぐる回るっていう構造になっちゃってて、あんまり新人出てこないんですよね。で、音楽番組も今、M ステぐらいしか残ってないのかな。なので、そのなんかネット発でたまにそのなんかTikTok で流行りましたって人だったりとかちょこちょこ売れるんですけど、もうそのネットで自分をセルフプロデュースできない人っていうバンドが出てくることがほぼないんですよね。その米津玄師さんもある種自分のセルフプロデュースができる人なんですよ。もともとハチっていう名前でニコニコ動画で上げていて、で、ハチさんが名前変えたんだ、へーっていう形でいくっていう、そのセルフプロデュースの能力のあるアーティストっていうのはネットでうまくいくんですけど、その、例えばブルーハーツとか、全く売れなかったと思うんですよね。ブルーハーツにセルフプロデュース能力なんかあるわけないじゃないですか。まあ、もともと多分ね、盤になって終わりなんだと思うんですよね。ブルーハーツとか、じゃあその、今の清志郎さんとか、ネットでなんかやったら、はい、盤終了、はい、チンコ出したから終了っていうので、多分もう盤されて終わりで、誰も知らないままだと思うんですよ。でも、今の清志郎さんとかブルーハーツとかって、今でも大好きっていう人いると思うんですけど、それやっぱり曲はいいんですよ。ただ、その、パフォーマンスでたまにやらかしちゃうっていう。で、タイマーズっていう有名な今の清志郎さんの曲があるんですけど、タイマーズっていう名前で、マリファナ超いいよねっていう曲なんですよ。だからそれもやっぱありえないじゃないですか。っていうのがやっぱりね、生き残れたのは、その、やっぱなんかテレビの中で綺麗な部分をやるとか、その音楽性が評価される部分もあるとかで、そのライブに向いてる人たちなんですよ。でもネットには向いてない人たちなんですよ。だから、鳥肌実さんっていう、ちょっと、極物芸人って言われる人がいるんですけど、で、僕、大学生ぐらいから鳥肌実さん結構好きだったんですけど、
鳥肌実さんって、今の人知らないと思うんですけど、鳥肌実さんがその創価学会と喧嘩をしてますとか、その山崎館パンでバイトしてますみたいなネタをやるんですよ。だからテレビでも出ないと。で、あの当時のネットの一部で出たりとか、ラジオの一部で出たりとかですごい奇葩者だったんですよ。でもネットだと多分バンなんですよ。っていう、その大川工業の人なんですけど、っていうね、そのギリギリのラインの人ってやっぱセルフプロデュースできないんですよ。なので、そういう人って今出てこないんですよね。っていうのがあるので、僕はそのテレビだから出る人たちっていうのもいるし、ラジオだから出る人もいるし、ネットでも出る人がいるっていうのがあるので、なのでそういういろんなその才能がある人が世に出るその場所、居場所を多く作るべきだと思うので、松本人志さんが作る居場所もあれば、中田敦彦さんが作る居場所もあればいいよねっていうふうに思ってて、で、話長くなるんですけど、タイトルが松本人志と少年ジャンプっていうのにしたんですけど、まあ、今でも一番売れてる少年漫画雑誌なんですかっていうと、多分少年ジャンプってみんな言うと思うんですよ。週刊少年ジャンプ。でも、もともとサンデーのが売れてたんですよ。で、その前でいくと、サンデーチャンピオンの方が売れてて、ジャンプが後発だったんですよね。で、その当時に、そのタッチとかを書いてる足立満さんだったりとか、虹色唐辛子だったりとか、まあ、L だったりとかいろいろ書いてるんですけど、大体同じ柄なんですけど、あと野球漫画とかも書いてるんですけど、で、あと高橋、あれメゾン一国だったり、犬夜叉だったりを書いてる、名前忘れちゃった、高橋留美子さんだったり、で、今だと、コナンを書いてる、作家さんだったりっていうので、割とサンデーは、大御所作家がずっと書き続けるっていうポジションなんですよ、高橋留美子さんね。なので、その青山さんだよね。もともと刃っていう漫画を描いてた人が今、コナンっていう、探偵物書いたり、青山剛昌さん、はい。あと、細野氏彦さんとかもそうですね。っていう、昔から有名な作家さんがずっと書き続けるっていうサンデーのスタイルで、ジャンプは、新人をいきなりアサインするっていうのを結構やってたんですよ。鳥山明ももともと新人なんですよね。で、ドクタースランプをやっていて、で、ドクタースランプ面白いっていうので、ただドクタースランプやめてっていうので、じゃあなんかカンフーもの書きてって言われて、じゃあカンフーものでドラゴンボールってどうよみたいな形でうまくいったみたいなのがあって、っていうので、その、ジャンプって割とその新人からいろいろ募集をして、で、新人の漫画をいきなり載せるっていうのをやって、で、筋肉マンって今でも連載してるんですけど、集英社で。で、筋肉マンっていう漫画が当時、その、ゆでたまごさんっていう人たち書いたんですけど、当時高校生なんですよ。その高校生に、その週刊の漫画の連載をさせるっていう。で、確かね、多分まだ連載してなかったと思うんですよね。初連載が多分高校生、いきなり週刊少年ジャンプだったと思うんですよね。で、セイントセイヤの車田正美さんとか、っていうので、割とその新人にいきなり大舞台で書かせちゃうっていう。で、それが大人気になるっていう、その大御所じゃなくて、俺たちは新人を育てて、新人と一緒に読者が成長していくっていうのをやるっていうのが、ジャンプがやった手法なんですよ。いや、今、その筋肉マンって見ると、もうストーリーひどいんですよ。子供が考えることだから、もうなんか、まず悪魔超人、正義超人というくくりの雑さ。要は、いいやつは正義で、悪いやつは悪魔とか、もうちょっとなんかあるでしょみたいな、なんかほら、世の中ってこう、なんかこう、グレーゾーンとか、なんかほら、人によっては考えとか悪とかあるよねとかもなくて、もう、はい、こいつは善、こいつは正義、こいつは悪みたいな、もう、すごい子供的な二面さだったりとか、あと、ラーメンマン、実は人殺しちゃってるとか、ラーメンマンもともと悪魔超人で、ブロッケンジュニアのお父さんを殺してるんですよ。こう、サバ折りをして、キャメルクラッチでお父さんを真っ二つにして殺すって悪魔超人で、なんかブロッケンジュニアがなぜかこう正義超人として仲良くなるとか、いやいやいや、すごいやりすぎでしょみたいな話とかあるんですけど、まあ、それはそれで子供のやることだから、子供ね、覚えてないんですよ。ブロッケンジュニアは、お父さんをラーメンマンに殺されてるぞっていうのは、多分読者も作者も覚えてないんですよ。だから許されるんですけど、大人が見ると、いやいや、お父さん殺したやつと仲良くするみたいな。
っていうのがなぜかこうね、なかったことになっちゃうっていう感じの雑さ加減も含めて、その新人を育てるっていうのが少年ジャンプがやってたんですよ。なので、その M1 だったりっていうのは見たこともない新人が出て活躍するっていうところが面白いんですよ。でもそれをなぜみんなが見るかっていうと、松本人志がいるからなんですよ。で、週刊少年ジャンプで、じゃあなんでその筋肉マンみたいな漫画が成立するかっていうと、その横に大御所の漫画がずっとあったからなんですよ。その時代だと北斗の拳とかもあったし、で、こち亀もあったし、で、ジョジョはその後か。その前だとなんだ、ごめん、忘れた。なんか適当に探して、あ、ウィングマンとかやってたね。桂正和先生の、ウィングマンとかの連載とかがあったりとかなので、割とその、いろんな大御所漫画があったんですよ。で、その後、ジョジョが始まったりとか、ワンピースが始まったりとか、ナルトが始まったりっていうのがあるので、その中で、そのなんか、こう地獄先生ヌーベイみたいな、しょうもないネタの漫画が始まっても、それなり人気があったりとか、そうシティハンターとかあったよね。っていうのがあって、その大御所の漫画があるから、大御所の漫画を見るためにみんな買うんだけど、その中で連載でしょうもない、なんか恐竜物語みたいなのが出たら潰れるみたいな、っていうのがちょこちょこそのレベル E みたいなのが出て潰れたりとか、点で小アルキューピットみたいなのがあって潰れたりっていうのがあるんだけど、結果としてハンターハンターが出るんですよ。要はレベル E っていう僕の中ではめちゃくちゃ面白いと思ってた漫画でなくなったやつがあるんですけど、で、それもハンターハンターの作者が書いてたやつなんですね。あと、ジャングルの王者ターちゃんは漫画としてはひどいんですけど、アニメ版はめちゃめちゃいいみたいなのもあったりして、っていう感じで割とその、新人がやっては失敗してっていうのを週刊連載の中でやる中で、そのすげえレベルが高くなり、スラムダンクを書いたり、ハンターハンターを書いたりみたいなのもあったりするんですよ。っていうので、その新人が失敗するとすぐに連載打ち切りになる。でも、そのサンデーの場合は逆に大御所がやるので、打ち切りにならないんですよね。なので、その打ち切りになるという形で新陳代謝があるのと、その打ち切りになるというリスクの中で大御所が書き続けるから、毎回毎回展開が面白いんですよ。要はそのなんか、ちょっとずつ修行して、ちょっとずつ強くなっていくとかだと面白くないから、もういきなり修行終わらせて強くなりますとかってんだったり、悟空とか突然でかくなるんですよ。もともと子供サイズだったのに、なんか悟空いなくなって、時間が経つと、いきなりサイズが8頭身になってるみたいな、1日で8頭身ですかみたいな。っていうその展開の速さみたいなのも、やっぱりその子供ながらに面白いと思っちゃうんですよね。っていう感じで、その大御所漫画がすごい展開早くして、読者を引き続けて、その読者を引き続ける間に、新人漫画が出てって、あ、こういう作者いるんだっていうので、僕は昔、桃太郎、ザ・桃太郎っていう漫画で、2話の誠さんっていう作家の先生が書いてる漫画が結構好きだったんですけど、で、それが終わっちゃって、で、その後、サイバーじいちゃん G っていうのをやって、で、それも微妙な感じで終わって、で、その後、リベロの武田っていうサッカー漫画を書いて、まあ、それも微妙な感じで終わったんですけど、っていう感じで、ただその終わったやつで人でも作家として何回でも挑戦できるみたいなところも割と面白かったりするんで、そういう感じでその新人の活躍の場というのをちゃんと用意するというのが、実はそこで作家が育つとか産業が育つっていうのがあったりするので、なのでその松本人志さんっていうのは賞レースというのをやることによって新人が育つ、作家が育つっていう構造を作ってるんですよ。で、そこにじゃあチャンピオンっていうので、バキの作者が出たりとか、で、バキの作者の娘さんが、チャンピオンで突然連載が始まったんですよね。で、確か、チャンピオンで連載がビースターズが始まった時に、バキの作者の娘だって言ってないはずなんですよね。で、なんかその動物たちが主人公のなんか学園もので、なんかちょっと暗い感じで始まってる不思議な漫画だよねっていうのをビースターズで始まって、で、その中でやっぱりちょっとね、グロ要素が多少あって、でもストーリーとしては奥深いよねっていうところで、進んでから、そもそもでもこれなんで連載できてるんだろうっていうところで、その面白いよねっていうのが決まってから、あ、あれバキの娘っすっていう話が出たんですよ。で、みんな、ああ、っていうので、要は、あ、やっぱりそのストーリー展開とか、そのなんかダークな部分とかを含めて、チャンピオンっぽいけどやっぱり面白いよね、みたいな感じになるみたいなのもあったりするので、なのでその、いや、その要は、その突然新人ですっていうところが乗れるって、まあその、まあ、バキの娘だからっていうのはあるとは思うんですけど、とはいえ新人の漫画が乗るっていうところで、やっぱりそのビースターズ面白いよねっていうのでアニメ化しましたとか。で、チェーンソーマンはオンラインからだよね、多分。もともとオンライン版のジャンプコミッ
クのアプリから出てると思うんですけど、あれでそのオンラインで、今要はその雑誌というのは限られてるので、オンラインでいろんな新人が漫画描せて、で、その中で面白いやつっていうのを単行本出るよっていうので、チェーンソーマンとか、スパイファミリーとか、あと、怪獣8号とかも多分オンラインからスタートしてると思うんですけど、要はそのオンラインなのでページの枠がないので、ある程度能力のあるやつにはバンバン書かせようぜっていうので、で、一回登録するともう無料で読めますよっていう、要はその漫画として連載をさせる必要がなくて、いや、漫画として連載させようとすると、それなりにページを抑えなきゃいけないとかあるんですけど、別に落としてもいいんですよ。オンライン連載なので。なので、怪獣8号とか、突然連載止まったりするんですけど、確か怪獣8号止まってたよね。っていうのだったりとか、チェーンソーマンとかが、なんかこう止まったりとかもあるんですけど、っていう感じで、徐々に進めていくっていう形で人気になって、で、単行本も売れるし、アニメ化されるしっていう構造になったりするので、なので、これはジャンプっていうのは、その新人を育てるというのを雑誌の方だけじゃなくて、オンラインの中でやるっていうのもやってたりするんですよ。っていうので、その産業として、その新人さんを育てる構造っていうのは結構大事なんですよっていうので、で、それを漫画でやってるのは週刊少年ジャンプだし、お笑い芸人の世界でやってるのが、その島田紳介さんとか松本人志さんっていうのは、そのお笑い産業を育てるっていうのをちゃんと意識してやってるんじゃないかなと思ってるので、なので、そのやり方自体があまり自分がなんか好まないというのであれば、それは僕は他の場所を作るっていうのをやればいいだけであって、その松本人志さんが場所を作るというのを止める必要はないんじゃないかなというふうに思ってるという、やたら話が長くなりました。すいません。はい。